こんにちは、たかしです。本日は3月25日土曜日、週末ですので、来週27日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは長い下髭の陰線となってます。下髭で結構返されてはいますが、今までと違ってちょっと様子が変わってきましたね。現在ここ三角持ち合いの中で動いてまして、その先端付近に来ているわけですが、ここを上抜ければ緑のボックス上限、下抜ければ緑のボックス下限ぐらいを一度は目指すと考えてますが、その中で今までこの辺ですね。こんな感じ。長い下髭、三角持ち合いの加減にタッチすれば長い下髭の陽線で返されていたのが、今ここ連続で陰線が出てきております。1回はこの上限にぶつかっての陰線ですが、金曜日は加減にぶつかっても陽線に切り返すことなく陰線で終えてきてます。しかも今まで実体で超えられなかった部分を実体で下抜けてきているんですね。この辺りですね、今白いラインを引きましたが、この辺りっていうのが過去実体が大体ですが抑えられてきたポイント、そこを明確に下抜けて終えておりますので、やはり売り圧力が強いんだなっていうのがわかります。ということはやはり週明けも上がったところは売っていくという戻り売り、そしてこの三角持ち合いを下抜けて一旦は緑のボックスの下限ですね、155円台を目指して下落すると考えるのがいいかもしれません。今は GMMA の青帯は収束してますので、もちろん上抜ける可能性で三角持ち合いを上抜けてくる可能性もあるんですが、金曜日の陰線を見てますと下落圧力が強く下抜ける可能性が高いんじゃないかと思ってます。それはインジケーターを見てもわかります。ストキャスティクス、マクディに関してもどちらも下向きですね。ストキャスティクスは方向感がありませんが、今下向いてきてます。マクディはずっと下落モメンタムを維持してますので、やはり冷やし単位でも売り圧力が強いというのがわかります。そして今週の火曜日、水曜日ですね、ここ一旦上昇したものの、この GMMA で頭を押さえられて下落しているのがわかりますか？ここですね。GMMA の青帯で上値を抑えられての下落になってきてますので、次週明け上昇してきたとしてもまた再び GMMA の青帯に接触するあたりっていうのは売り圧力が入りやすくなってきます。ですので週明けも上がったところを売っていく。で、うまくいけば155円台ぐらいまでの下落を狙っていけるかもしれません。では4時間足です。4時間足ではオレンジの平行チャンネルを描いております。こちらは過去から動いているこの平行チャンネルですね。現在はその下限付近で、金曜日はここの下限からの反発となっております。ただし4時間足の GMMA も下を向いてますので、基本的には今この下落トレンドが継続してます。ただ直近の安値のこの安値ですね、紫のラインが引いてました 158.547、この安値を昨日一旦下抜けたんですが、ヒゲで戻されてますので、この下落トレンド継続には明確にこの紫のラインを4時間足のローソク足の実体で下抜けてくることが必要ですね。ここを下抜けてくると、冷やし単位でも大きく下落していくと考えるんですが、今は158円のミドルぐらいがかなり底堅く感じますので、そこを抜けられるかどうかというところに注目です。まずは一旦4時間足の GMMA 付近、もしくはオレンジの平行チャンネルのセンターラインのこの赤い点線ですね、この辺ぐらいまで戻してくるのを待ちたいところ。4時間足単位で考えるとそのくらいまでは上昇する可能性ですね。そして日足の三角持ち合いの上限、こちら4時間足では切り下げラインを引いてますけれども、このラインぐらいまで戻してくる可能性もありますので、現在地の価格ですと163円手前ぐらいまで戻してくる可能性もあることは考えておきたいですね。かなりボラが大きく動いてますので、週明け現在地から続落するかもしれませんが、4時間足のストキャスティクスも安値圏から上昇中ですので、一旦は4時間足のストキャスティクスが高値圏に入るぐらいまで待ちたいところ、その時に GMMA 付近にあれば、そこからの次の下落の流れに乗っていく、もしくはこの切り下げライン付近まで上昇してくれば、そこからの下落の流れに乗っていきたいところですね。基本的には戻り売りでやっていくのがいいと思いますが、158.5 付近、ここですね、過去何度も反発しているところまで下がってくれば、そこからの上昇を狙うことも可能だとは思いますので、しっかり引きつけてエントリーしていくことが大切ですね。基本的には下落トレンド継続なので、逆張りは危険ですので、上がったところを売っていく方がいいと思いますが、やはり 158.5 付近っていうのは反発しやすいところですので、そこからの上昇を狙っても比較的大きめの値幅で取れる可能性もありますので、その辺を考えていくのもありですね。では1時間足です。1時間足も綺麗に下落トレンドを描いて下落中。今下落の一
波、2波、次3波目が出るかというところですね。今は1時間足の GMMA 付近、ストキャスティクスも高値圏というところで、週明けここからの下落になる可能性も考えておきたい。ただし、先ほどから言ってます158.5 付近、この紫ライン付近っていうのは反発しやすいところでもありますので、下落してもダブルボトムでの上昇になる可能性。その場合、1時間足の GMMA を上抜ければ、先ほど4時間足で言ってたような上昇、大きめの上昇になるかもしれませんが、現在は1時間足の GMMA と接触してますし、ストキャスティクスも高値圏というところで、一旦ここから下落の3波目ですね。1波、2波、3波目っていうのが出るのを期待しておきたいところですね。1時間足には何本か水平線を引いてますので、この辺のラインをめどに戻り売りポイントを考えていくのがいいんじゃないでしょうか。基本的にはやはり上がったところを売っていきたいとは思いますが、今は日足での三角持ち合い下限付近でもありますので、中途半端なところからショートエントリーをすると大きく戻されるっていうことも考えられます。昨日金曜日も安値をつけたところから1円以上戻してますので、かなりボラが高くなってますので、しっかり引きつけてトレードしていくことが大切です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら応援もお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間を有効にご活用ください。プライム会員価格は徐々に値上げを予定してますので、気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。URL は概要欄にあります。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。